今回の産業まとめ。バッハ会長の成功宣言。中国メディアも東京五輪評価。北京五輪はもっとできる。IOC のバッハ会長は8月6日のプレスカンファレンスに登場し、東京五輪は成功していると話しました。続いて大会最終日の IOC セッションでも、まだ10時間ほど残ってはいるが、不確実性があった中で非常に成功と言える大会を経験したと話しました。大会までには多くの否定的な見方があり、一時期は開催すら本当に危ぶまれた。無観客で幽霊のような大会になるかもしれなかったと話しました。しかし選手たちが大会に魂を吹き込んだ。選手たちが連帯感を持って助け合う姿を見せてくれたなどと選手たちの努力を称えました。また、正しい時期に行われたとし、選手たちからも非常に感謝されたと話しました。中国メディアグローバルタイムズも東京五輪は成功したと評し、北京五輪への弾みとなったと評しています。中国にとって特別な意味を持つとも捉えています。ホスト国日本に対しては、食べ物、清潔な会場、快適なシャトルバスなどアスリートに素晴らしいサービスを提供した。至るところに消毒液があり、食卓は飛沫防止のボードで区切られていたし、段ボールベッドは噂とは違って快適だったと選手のコメントを紹介しました。また、東京五輪の成功が自信と希望を与えた。人々がウイルスと共に普通の生活に戻る可能性を示したと評した専門家のコメントを紹介しました。北京五輪に関しては、東京五輪と異なり多くの競技が屋外で行われることから、中国人が直接観戦できる可能性があるとしています。また、無観客を選択したとしても、中国メディアの伝送技術を利用して、より良いパフォーマンスを発揮できると考えているようです。編集所感。今回の概要。成功と失敗の尺度。どうなる北京五輪。意外とまとも。バッハ会長。五輪成功の評価というのは別に定められた項目があるわけではないので、それぞれの所感ということになります。新規陽性者数の増加や医療機関への圧迫を見て失敗だと評する人もいますし、もちろん赤字に終わったでしょうから経済的には失敗と言えるかもしれません。ただ、大会が頓挫することなく無事閉会したということは一つの成功の尺度だと思います。この異常な状況の中でね。選手や関係者の中で400人の陽性判定者が出たことを多かったと評するか少なかったと評するかで評価は分かれることでしょう。関係者全部で何人だっけ？パーセンテージで示した方が良いと思いますね。選手の方も関係者の方も。こういうパッと見の数字で多いか少ないかよくわからないのに、感覚だけで騒ぐのは不適切です。メディアはよくそういうのやるけどね。あらゆる報道で、何百人になりましたとか、何万人になりましたとか言われても、普段との比較や他との比較がなければ全く意味がわからない。でもメディアはそういう報道ばかりして具体的に何がどうなのか明確に示さず、場の雰囲気だけですごいことだとか大変なことだとか伝えようとする。まあいずれにせよ、多くの人は深く考えずに反射的に情報を受け取るから具体的でもそれほど変わらないか。中国メディアが東京五輪成功というのはもちろんこれが失敗といえば北京五輪に全くつながらないからで、称賛モードに入っていることは否めません。成功と評する理由はいくつかあって、一つは中国がメダル数で米国と争うほどの成績となったことも含まれています。これはどうでもいい。もう一つは中国人選手が厳しい防疫基準を守っていたことを挙げていますね。帰国後も21日間検疫を受けるらしい。これは少なくとも14日間の完全隔離を含むと思われます。中国は本当にとことん厳しいからね。他の国のように、東京に来ることを拒んだり、感染で競技に参加できなかったりしなかったことがメダル獲得数にも貢献したとか。まあ、自由意志はないし、国家によって管理統制されてるからね。それはある意味成功ではありますけれどもね。どのみち北京五輪は中止はないし、観客は入れるにしても国外の観客はなしだと思いますね。もし可能であっても21日前に中国入りすることになるんだと思いますね。まあ行きたい人はそれでもいいのかも。そういえば東京五輪では委員や選手が五輪防疫対策ルールに違反した事例が多かったとありましたが、中国はどのように管理するんでしょうね。徹底的に監視して、
違反があったら即隔離とかそこまでやるのかな。どれほど大会運営側が取り締まるかは見ものですね。どうあれ中国は東京五輪に多くを学んだようで、今回の教訓が多く生きることでしょう。そういう意味でも中国としては東京五輪は行われてよかったということになるでしょうね。そういえば何かと批判が集中する IOC のバッハ会長について少し触れたいと思います。報道だけを聞いていると空気の読めない権力者のような印象だと勝手に思い込んでいましたが、実際に話す姿を見るとそれだけとは思えませんでしたね。別にこの人を称賛しようとかいうつもりはないですが、ここ数日間は何度もメディアの前に出て、長時間のスピーチや質疑応答を受けていました。大会のトップなのでそれは当然といえば当然かもしれませんが、彼の話し方や言葉の選び方から、まともな人なんだなと感じましたね。ここでアホ発言を連発したら幻滅するしかないですが、やはり五輪に対してはきちんとした見解を持っているんですね。五輪開催反対派からは、こんなので成功かとか、感染者が急増したとか言われて大会を強行した権力者と見られていますけどね。私は会見を見てちょっと印象が変わりました。切り取った報道を総合しても人物像っていうのはなかなか見えてこないと思いましたね。私はそもそも巨大五輪開催は賛成しない立場で、なんかもうちょっと工夫できないかと思います。選手が五輪だけを目指して挫折したり燃え尽きたりしないよう、五輪のあり方を考えてほしいと思いますね。難しい注文だろうけど。なんだかんだでオリンピック終わっちゃったね。こんな状況でもよくやったなって思うよ。少なくとも失敗ではなかったかなと思う。終始以外は。私は思ったほど熱中しなかったなーって思った。まあ状況が状況だけにね。周りもやっぱり盛り上がってる感じしなかったよね。東京でやっているとは思えない雰囲気だったね。やっぱり外に出られないからだよね。感染者増えたけど、オリンピックやってなくても増えたよね。増えたと思うね。増え方は違ったかもしれないけど、大差ないと思う。比較できないからわかんないよね。わかんないね。菅さんみたいに関連はないとは言い切れないと思うけどね。ほら、よくオリンピックやってるから自分もいいかって言ってたじゃない。あれってただオリンピック言い訳にしてるだけだと思うよ。そうだろうね。五輪なかったら自粛に疲れたとか、対策してるのでいいと思ったっていうだけだろうね。私は中止って思ってたけど、できたね。やってよかったと思ったよ。まあ、五輪に人生かけた人が世界中にたくさんいたからね。感染して残念な結果に終わった人も少なからずいるけど。パラリンピックもあるけど、とりあえずお疲れ様だね。そうだね。私はぶっちゃけ観客少しくらい入れればいいのにって思ったけどね。どっちにしろ増えただろうから。医療従事者の人たちが大変になるよ。そうだね。そこは常に心配だね。北京もやるんだね。本当にやるのかな？代表とか決まってる？よく知らないけど準備は整ってるんじゃない？あと、直前で決まったりとかあるんじゃないの？そうなんだ。冬のオリンピックは私の好きなくるくる回る競技がたくさんあるから楽しみなんだ。あ、今回の飛び込みどうだった？金メダル取った中国人の女の子、すごかったよ。見た？水しぶきが上がらないの。チャポンって、メダカが跳ねたくらいの静かな飛び込みだったよ。昨日トレーニング行ったらトレーナーさんに言われて、見るの忘れてたって後から動画で見たんだけどね。楽しみにしてた割にはあんまり見てないんだね。そうなんだよ。なんでだろうね。集まれ、白雪姫の、てんこ盛り。金メダルをかじって噛んじゃった市長さん、後先考えずにやっちゃったね。人のを勝手に噛むってどう考えてもないよね。身内でやる分には、ああ、おじさんだからしょうがないなーって終わるんだろうけど、全世界に放送されちゃったから色々大変になっちゃったね。最初見たとき、あははって笑っちゃったんだけど、あれはダメだよね。そのまま入って返してたしね。無神経にも程がある。誰か擁護してる人いるかな？結婚式前に、結婚指輪見せてって友達に言われて見せたら、わあ、綺麗って言ってその友達が自分の薬指にはめてしまうくらいダメだよね。ケースから取り出してってこと？それ気持ち悪いね。そうそう。
この結婚指輪の話はね、その後作り替えを考えるくらいショックらしいよ。それくらい神聖なものってことだよ。多分ね。なるほどね。それでメダルと一緒ってことか。夏休みに里帰りもできずにうつうつとネットばっかり見ている人たちが多いと思うんだ。私もそうだけど。だからこういうことにこれまでより過剰に反応しちゃうんじゃないかな。みんなで許すマジーって。状況としては、ちょっとペン貸してって言って、はいって渡したらベロベロ舐められて、はいって返されたのと同じだと思うね。うわ、そう考えるととんでもなく気持ち悪いね。しかも知らないおじさんに。有名だけど知らないおじさんね。そういえばワクチンは信用できないから打つなって言ってきた友達が、今度はいつの間にか陰謀論の方に行っちゃって、今ついていけてない状況なの。ああ、陰謀論系のワクチン否定論者なんだ。それは面倒だね。おいお友達、戻ってきてよ。って感じ。無理でしょ。ああいうのってほとんど新興宗教みたいなものだから、信じる人たちだけでより集まって、信じない人を愚か者扱いするからね。ちょっとそういう感じがするんだよね。そうなんだって感じで聞いてるけど、もう全然ついていけないの。何を信じてもいいけど、意見が違う人も尊重しなきゃね。宗教も政治もそれは鉄則だよ。ところでゆるりん、早くうちに遊びに来ない？なんでわざわざ。だってベランダにね、セミがひっくり返ってるの。ポイって捨てなよ。それか放っておけばそのうち乾燥して粉々になるよ。そんなの何日もかかるじゃん。気持ち悪いよ。